モノグラム48分の1スケール、B29 作成、パート5です。今回でなんとか完成まで持っていけそうです。作成を開始してから、約5ヶ月経ってしまったな。正直、ここまでの時間がかかるとは思ってませんでした。他のキットと並行して作成していたところもあるな。集中して作っていれば3ヶ月くらいでいけたかもしれません。前回の動画で機体本体の作業は、ほぼ終了と言いましたが、それは嘘だったようです。塗装図を見ると翼の前縁を黒く塗り分ける必要があるようです。わかったのが、細かな部品を接着する前でよかったな。各翼の前縁をマスキングして、艶消し黒を1回塗ってみました。とにかくマスキングする範囲が広くて大変だな。ただ、直線区間が多いので、それは助かりました。艶消し黒の塗装は、ムラの発生確率は少ないですが、機体を持ち上げるのがままならないので、不自由さは感じます。機体を持ってやったら筋を痛めそうだ。マスキングを外してみましょう。シルバーの塗面を傷つけないように、細心の注意が必要だ。マスキングの境目部分は、凸モールドだったので、ほとんどリタッチする必要のない綺麗な仕上がりです。角の部分にちょっと漏れ出しがありそうだ。なので、シルバーで補修です。中腰で覗き込んでの作業なので体が悲鳴を上げてます。作業台の高さが中途半端なんだよな。これで正真正銘機体本体の塗装が終わりました。次はデカールか。まず、デカールの品質確認です。見た目は問題なさそうだが、水に浮かべるまでわからないからな。どうやら大丈夫なようです。崩壊の兆しは全く感じられないな。プラ板の上に貼り付けてみても、問題なさそうです。ただ、このデカール、機体のシルバーに対して、光沢がありすぎるので、半ツヤのクリアで抑えたいと思います。デカールのところだけテカテカしてしまうのは嫌だからな。黒のデカールの方は、艶消しクリアを塗装します。さっき塗った艶消し黒と質感を合わせるためだな。それでは、デカールの貼り付けに取り掛かりましょう。例に漏れず、まずは国籍マークからだな。クリアで補強しているので、当然、問題ありません。ここで崩壊なんてしたら、さすがに受け入れがたいからな。貼り付ける箇所は、特に大きな凸凹もないので、特に問題ないですね。一方で、機種のキルマークは、そうはいきません。大きな出っ張りがあるから、頑張って馴染ませないとな。垂直尾翼については、段差が激しいので、あらかじめマークを切り取って貼り付けます。さすがに、これは、馴染ませるというレベルじゃないもんな。その他の細かなデカールも貼り付ければ完了です。細かなと言っても、それほど大量ではないけどな。これで機体本体の作業が終わりましたので、残っているパーツの方を確認してみましょう。ギアや爆弾層の周りの大きめのパーツだな。これは、そして、エンジン、プロペラ関係のこれまた大きめの部品。ターレットやその他小さな部品になります。その中でまずは、ギア関連のパーツを仕上げていきたいと思います。早いところ、機体を作業台に直に置く状態から脱却したいもんな。それでは、塗装を始めていきましょう。爆弾層のカバーだな。かなり大きいパーツなので、大きな平筆で塗装していきましょう。ギアカバーも同じ流れで平筆で塗装だな。裏面については、機体内部色です。こっちは、熊の筆か。ちょっとした出っ張りもありますからね。機体下部に取り付けるドームは、大きいとはいえ、熊の筆に切り替えた方が良さそうです。塗装が終わったギアカバーには、一部デカールを貼り付けます。特に問題はないな。ギアの支柱については、シルバーで塗装した後に、ケーブルの被膜をセミグロスブラックで塗装したいと思います。今までで買い物の作業ばかりだったが、打って変わって細かい作業だな。今回の部品の中で一番厄介なのは、これかもしれません。酸素ボンベだな。鮮やかなイエローで塗装しないといけないので、まず、下塗りとしてシルバーで塗装します。その上から、イエローを塗装だな。イエロー、かつ、それなりの大きさなので、これは時間と手間がかかりそうです。だいたい9回の塗装で、それなりの塗面を実現できましたので、金具類をシルバーで塗装し直します。
ミスでもしようものなら悲劇だな。イエローの修正は厳しいですからね。タイヤに関しては、2つのパーツを貼り合わせ目を消した後、タイヤの溝を彫刻刀で修復します。まあ、残った溝に沿って修復するだけではあるな。その後、ホイールをシルバーで塗装して、タイヤ側は、タイヤブラックで塗装します。メインギアはダブルタイヤですから、都合4本を仕上げましょう。地のプラが黒だから、塗装自体は問題ないな。シルバー側にはみ出さないように注意ですね。仕上げにホイールとタイヤの間を墨入れしたいと思います。塗装の結果です。相変わらずシルバー塗装が続くな。こればかりは、B29 である限りは仕方ないですね。イエローもうまく発色したな。もう慣れましたね。それでは、組み付けに参りましょう。まずは、メインギアを取り付けましょう。翼側のダボ穴は、事前に確認して、ピンバイスで多少拡大しておきました。強い力をかけたら壊れる可能性が出てくるからな。ノーズギアは、パート2で作成しておいたものです。こっちも穴の大きさは確認済みだな。そして、下部のドームを接着します。何の目印もないんだよな。説明書の図面を見てバランスを取りましょう。酸素ボンベは、爆弾層の中に設置しますが、ほとんど見えなくなってしまうのが悲しいです。定めだな。そして、爆弾の取り付けです。本当は、機体の角度を90度傾けたいところだな。はい、でも、それは難しいですね。続いて、ギアカバーです。これは、支柱がサポートとしてあるから、しっかりと接着可能だ。爆弾層のカバーも同様です。かなりうまくフィットするので頑丈になりそうです。こういうところは非常に助かるな。そして、ドームの周りにデカールを添付します。ドームとの位置関係があるから、接着する前には、貼れなかったんだよな。目測で貼って、干渉してしまったら大事です。ギアを取り付けてみたものの、コメントでもご指摘いただいていましたが、機体のバランス的に、後ろに支えがないと、尻餅をついてしまいます。しかし、機種側に重りを置いてもびくともしません。今手持ちで持っている重り全部なんだけどな。これは、後ろで支えるしかありません。デカール貼りの後に墨入れを行うのを忘れていました。うっかりしていたな。まずは、タミヤ墨入れ塗料を使い、モールドに流し込んでいきます。そして、ミスターウェザリングカラーを凸モールドに沿って置いていきます。また、機体仮面も同様です。ここまで来ると、機体を裏返すのも一苦労です。万が一、落としたり、衝撃を与えたら大変なことだな。機体全体に処置し終わったら、綿棒で余分な塗料を拭い取ります。どれくらい残すかさじ加減が重要だな。しかし、細かいパーツを組み付ける前でよかったな。はい、これ以上進んでいたら、とても厄介になってたかもしれません。それでは、各種パーツの処置を再開したいと思います。4機あるエンジンのパーツだな。まず、エンジンカウルの塗装です。機体本体の塗装と同じく、塗り重ねます。少し入り組んでいるから熊の筆で塗装だな。それでも筆が届かなかったりする部分があるので、太めの面装筆でカバーしていきます。シルバー以外の通常の色だと、ここまでやることはあまりないけどな。そして、さらに熊の筆で仕上げていきます。ここで力を入れすぎたりして失敗しないようにな。最後は、カウルの内側を艶消し黒で塗装です。2、3回塗り重ねれば OK だな。また、エンジンそのものについては、アイアンで全体を塗装して、各所をシルバーで塗装します。排気管については、焼き鉄色だ。サイズはそこそこですが、8個あります。各エンジンの左右のパーツだからな。残りはプロペラです。スピナーがパーツとして分かれていないから、塗り分けが必要だな。スピナーをシルバーで塗った後、羽を艶消し黒で塗装していきます。先端は、マスキングした上で、イエローだな。面積が小さいので、3、4回塗装すれば、綺麗なイエローが発色すると思います。ここでもまたデカールだな。はい、最後のデカールです。各羽の中央に貼り付けていきます。塗装の結果です。プロペラのデカールがちょっと目立つな。艶消し黒ではなくセミグロスブラックで、塗装した方が良かったかもしれません。
それでは、まずは、排気管から接着します。プロペラがついてからだと接着しにくいからな。そして、エンジンポットを接着します。機体仮面側に段差ができないように注意だ。続いてターレットと小さな部品類です。いよいよ大詰めっていうところだな。長い道のりだったと思います。まずは、ターレットの内部について機体内部色。外装については、シルバーで塗装します。機銃の方針は、アイアン。その他、小さな部品についてもシルバーでの塗装。アンテナの一部は艶消し黒になります。これまでの巨大な塗装対象に比べたら、だいぶ安心して見てられるな。はい、最後に機体後部の機銃の塗装を完了すれば、最後のパーツ分の塗装は完了です。組み立て難易度は、どうかな。ターレットは、事前に組み立てて、はめ込みます。結構素直にはまってくれるな。もっと手こずるんじゃないかと予測してましたから、よかったです。後部の機銃の部品についても、ほぼ目立った隙間なくくっついてくれます。これで全て終わりか。いえ、キャノピーを忘れていますね。確かにこの特徴のあるキャノピーを忘れてたな。表面にかなり傷や曇りがあったので、磨いておきたいと思います。古いキットだからか、最初からなのかわからないけどな。塗装は、マスキングをして行います。塗料の漏れをできるだけ少なくするため、縦横別々のマスキングで実施だな。塗装自体は、機体内部色の上にシルバーで行います。内部色3回、シルバー3回で OK だ。縦方向が終わりましたので、横方向の塗装です。こっちのマスキングの方が曲率が大きいから、注意が必要だ。先端の部分は、マスキングして行うより、フリーハンドの方が都合が良さそうです。それぞれ適切な方法を選択すればよいな。キャノピーの接着は、少し課題があります。噛み合わせ的には、問題なさそうだが、幅が合ってないので、うまく接着しないと段差が発生しそうです。ボーイング B29 スーパーフォートレス、ようやく完成いたしました。その大きさは、作業に使っていた台をはみ出しています。横幅が約90センチあるからな。今まで作ってきたプラモとは一線を画す大きさだな。汚しに使ったウェザリングカラーは、ちょっとアクセントが強すぎるかと心配でしたが、こうしてみると、ちょうど良かったかと感じます。トータルでこうしてみるとシルバー塗装の品質も、まあ問題ないんじゃないかと思うな。しかし、キャノピーと機体の隙間については、課題ありと感じます。きちんと隙間を埋めていきたいところだな。今回は、ちょっと手が出ないので、また機会があれば修正したいですね。もう一つの課題は、プロペラのデカールでしょうか。こうやって見ると、ちょっと目立つよな。デカールを貼る予定のところは、普通の黒かセミグロスにして、後で艶消しクリアを塗るのが良いかもしれません。垂直、水平尾翼の前縁の黒と、デカールの黒の組み合わせが良い感じで、お気に入りです。この垂直尾翼は、本当にでかくてたくましいよな。組み立て終わった後だと、裏返すのも至難ですが、仮面はこのような感じになってます。搭載された爆弾なんかが良い感じだな。約5ヶ月の間取り組んできました B29 ですが、いかがでしたでしょうか。筆塗りの可能性を少しでも示せたんじゃないかな。しかし、さすがに、今回は回転する台には乗せられなかったな。はい、キットが大きすぎました。とにかく、これからも航空機をはじめとして、ミリタリー関係や、時には、ガンプラなども作成していきたいと思います。本日は、長い時間のご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。